こんにちは、デストックトラベルです。今回紹介するのは群馬県の草津温泉。強酸性で輸出量が日本一と言われていて、日本三名泉の一つでもあり、人気の観光スポットとなっております。今回は食べ歩きをしたり、無料の温泉スポットを巡ってみようかと思います。それでは行ってみましょう。まずは一番の人気スポット、湯畑周辺から紹介しようと思います。こちらの湯畑では、なんと毎分約4000リットルものの温泉が湧き出ているということです。すごい量ですね。6つの源泉があり、どれも高温で強酸性。いろいろなところでお風呂に入って源泉を楽しんで湯巡りするのもいいですね。こちらのお湯の通り道は湯どいといって7本あるようです。こちらの湯どいで湯の花を採取したり、温泉の温度を下げていろいろな施設に送ったりしているようです。見た目も実用性もバッチリですね。湯畑に近づくと湯気がもくもく暖かさを感じます。硫黄の香りも相まってテンション上がっちゃいますね。湯畑の周辺では温泉で手が洗える手洗いの湯があったり、足湯もいろいろなところにあるので、寒い季節でも凍えることなく観光できそうです。湯畑周辺にもお土産屋さんや飲食店があるのですが、どこも混んでてにぎわってます。草津では観光客の方も入れる無料の共同浴場が3つあり、そのうち2つが湯畑の近くにあります。その1つがこちら、白畑の湯となっております。こちらは近くにある白畑源泉を使用していて、草津の中で最も熱い共同浴場と言われています。熱湯とぬる湯の2つの浴槽があるのですが、どちらも激熱で入れてない人も何人かいました。入るときはしっかりかけ湯をして温度を慣らしてからそーっと入るのがおすすめです。泉質も本当に良くて旅のいい思い出になるので、ぜひ入ることをおすすめします。長湯は厳禁なので注意してくださいね。白畑の湯の隣には御座の湯というおしゃれな温泉施設があります。こちらでは湯畑源泉と磐梯源泉の2種類の温泉を楽しめることができるので、いろいろな温泉に入りたい方におすすめです。料金は大人1人1200円となっております。湯畑周辺のもう一つの無料共同浴場がこちらの千代の湯となっております。こちらは湯畑源泉を使用していて、湯どいを通ってきてる温泉のせいか温度も低く、他の共同浴場と比べて入りやすかったです。白畑の湯が熱くて入れなかった方は、ぜひこちらの千代の湯をチャレンジしてみてくださいね。湯畑のすぐ隣にあるこちらの熱の湯では、なんと湯もみショーが見れちゃいます。料金は大人1人700円。中も1階と2階に分かれていて、席数も多いので座って見ることができました。そろそろショーが始まるようです。ちょこっとだけお見せしますね。踊りの次はついに湯もみが始まるようです。最後の方には湯もみもどんどん激しくなってきて、湯気ももくもく熱気を感じました。湯もみショー
想像以上に迫力があって楽しかったです。ショーの後には300円で湯もみ体験もできるので、気になる方はやってみてくださいね。そして草津の湯畑では毎日日没よりライトアップが行われています。昼と夜で全く違った顔が見れるので、両方楽しむのがおすすめです。夜の8時を超えていても浴衣姿の観光客で賑わってました。飲食店も遅くまで開いてるので、この辺りで飲んでから帰るのもいいかもしれませんね。私たちが泊まったホテルでは夕飯がついていたのでお腹は空いてなかったのですが、いい香りにつられて夜食を買っちゃいました。こちらのお店はお昼も夜も大行列。中では焼肉も食べれるようです。お値段もリーズナブルなので、ちょこっと買って食べ歩きするにもちょうどいいですね。私たちはお持ち帰りにしてホテルで食べたのですが、すごく美味しかったです。美味しいお肉にタレが絡んで最高でした。炭火の香ばしさも加わって最高の草津の夜を過ごせました。お次は最近注目されている裏草津地蔵エリアを紹介します。裏草津への行き方は湯畑のこの辺りから振り返ると小さな小道があるので、こちらを進んでいきます。奥に進んでいくと湯畑周辺とは異なって静かで落ち着いた雰囲気になってきます。奥の階段を登っていくようです。目印もあるので初めて行く方も安心です。矢印の方向に進んでいくと湯畑から約5分ほどで到着です。雰囲気もガラリと変わってなんだかおしゃれなお店も多いです。こちらには目洗い地蔵というお地蔵さんもいて、昔からこちらのお湯は目にいいと言われているようです。お地蔵様が祀られているお堂の目の前では地蔵源泉がぷくぷくと湧き上がっています。そしてこちらでは草津で唯一体験できることがあります。それはこちら、顔湯になります。こちらの中に顔を入れると温泉の蒸気で顔が温まります。スチーマーのような感じで気持ちが良かったです。そして裏草津にも無料で入れる共同浴場地蔵の湯があります。源泉はもちろん地蔵源泉、温度は厚めですがすごくすっきりしました。目にいいと言われていますが、実際に入れるとしみるので気をつけてくださいね。その他にも手湯や足湯、おしゃれなカフェなどもあるので、ぜひ裏草津に足を運んでみてくださいね。お次は食べ物屋さんがたくさんある西の河原通り周辺を紹介します。裏草津とは打って変わってこちらはすごく人で賑わってますね。足湯をしながら長州牛のすき焼きが食べれるお店や可愛い雑貨屋さんなどいろいろあるみたいです。私たちもお腹が空いてきたのでお昼ご飯を食べに行きましょう。私たちが選んだのは安らぎ亭というお蕎麦屋さん。こちらでは数量限定で10割蕎麦も食べれるようです。並んでる間に蕎麦打ちを間近で見れちゃうのもいい感じですね。お昼時なのでどこも飲食店は激混みでしたが、思ったよりも時間がかからず着席できました。到着しました。私が頼んだのは9割そばの舞茸天ぷら付き。きのこ王国群馬に来たら舞茸は食べたくなっちゃいますね。そしてこちらなんとデザートに可愛いコンペイトーもついてました。テストクは数量限定の10割そばにしたようです。10割そばと9割そば食べ比べてみたのですが、10割の方はしっかりした食感があってそばの風味がしっかり感じられました。9割そばはツルツルしていて喉越しがよく食べやすかったです。舞茸の天ぷらも肉厚で香りがふわっと変わって美味しかったです。そしてこちら蕎
そば湯がとろっとろで感動しました。今まで飲んだそば湯の中で一番美味しかったので、ぜひ皆さんも行ってみてくださいね。お昼ご飯の後はやっぱりデザート。こちらでプリンを食べに行きましょう。定番の卵プリンからカラフルなゼリーの入ったプリンまでいろいろありますね。湯もみプリンと夜の湯畑プリンにしました。湯もみプリンは滑らかでしっかりとした硬さがあるプリン。苦めのカラメルと絡んですごく美味しかったです。夜の湯畑をイメージしたこちらのプリンは青いゼリーが乗っているのですが、レモン果汁をかけるとみるみる色が変わってきます。レモン味のすっきりしたゼリーと滑らかプリンが相まって味も見た目も最高な一品でした。プリンが気に入ったテストクはプリンソフトも購入しちゃいました。プリンもソフトクリームもどれも美味しくて食後のデザートに最適でした。歩いているとなんだか人だかりがおまんじゅうを配ってるようです。そして無料でお茶もいただいてスムーズにお店の中に案内されました。営業能力にびっくりです。こちらは草津でも有名なおまんじゅう屋さんのようです。おまんじゅうもしっとりしてて出来たてで美味しかったです。お土産にもちょうどいいので皆さんも立ち寄ってみてくださいね。次に来たのはお猿さんの湯もみショーが見れるおさゆ。入場料は大人1人700円。ちょうど始まるようなので行ってみましょう。お猿さんの湯もみバッチリ見えました。ショーの間は撮影不可なので撮れませんでしたが、コミカルな湯もみショーが見れて大満足でした。ショーの後には写真撮影会もあるので、可愛いお猿さんたちの写真をたくさん撮って草津にいい思い出になりました。大人も子供も楽しめるのでおすすめです。おさゆの隣では湯上がり肉まんが売ってました。お値段は1つ350円。あったかくてほかほかなので寒い時期にもぴったりです。お肉もたっぷり入っていて食べ歩きにもちょうどよかったです。お次に来たのはダンベージャ屋さん。焼き鳥のいい香りにつられてきちゃいました。すごく大きくて美味しそうです。なんとこちらお得な昼飲みセットもあるようです。草津でせんべろするならこちらがおすすめです。購入したのは赤城鶏の塩焼きネギまん。お味はもう最高でした。赤城鶏の鶏のうまみがしっかり出てて美味しかったです。ネギも鶏さんも群馬の特産ということで地のものが食べれるのも嬉しいですね。歩いているとまたまた人だかりを発見。こちらでは温泉を使った温泉卵が食べれるようです。お値段は1つ200円。これは食べるっきゃないですね。温泉卵の中身はとろっとろ。タレをかけていただきましょう。半熟でとろっとろ。黄身も甘くて最高でした。ぜひ草津に来たら食べるべき一品です。他にも群馬県でしか食べられない激レアスイーツの大トロ牛乳や草津限定のリラックマがたくさんいるショップなどもあるので、いろいろ回ってお気に入りのお店を探すのも楽しいかもしれませんね。そして最後に紹介するのはこちらのお団子屋さん。こちらのお店は昼は大行列なのですが、夜になったら比較的空いてるのですんなり買えちゃいます。このお団子屋さんではお団子に温泉マークの刻印を自分で押せちゃいます。それではやってみましょう。はい、どうぞ。すごい、もういいんじゃない？どうぞ。はい、気をつけて。いいでしょすごいいい香りがする。できた。はい、じゃあ味
味がいろいろあったのですが、私たちはみたらし団子にしました。一個一個のボリュームもあって食べ応え満点、外はカリカリで中はふわもち。お店の方もとっても気さくで旅のいい思い出になりました。お次は草津温泉の湯量を感じられる西の河原公園へ行ってみましょう。こちらが草津の最も西側にある西の河原公園です。入ってすぐのところには足湯がありました。広いので多くの人が使えそうです。公園内にはお稲荷さんがあったりお地蔵さんがいたりするので、お参りしながら回るのも楽しいですね。至るところから温泉が湧き出ているようで、その量は毎分1400リットル。その温泉が川のように流れているようです。場所によっては結構暑いところもあるので、触るときは注意してくださいね。公園の奥の方にも人が集まるところを発見。近寄ってみると、こちらにも大きな足湯がありました。目の前は滝のように流れる温泉、素敵ですね。温泉の滝も近くで見ると大迫力、自然の力に癒されました。公園の一番奥には西の河原露天風呂があり、料金は大人1人800円となっております。温泉は磐梯源泉を使用していて、源泉の温度は95度と超高温。こちらの温泉は温度調節がしっかりしてあるせいか、すごく入りやすかったです。温泉自体もものすごく広くて、手足を伸ばして自然の中で入る露天風呂は最高でした。西の河原公園には夜になってからお散歩に来たのですが、ライトアップがすごく綺麗でした。こちらも昼間とは全く違った雰囲気になって、なんだか異世界に迷い込んだ気分になりました。ライトアップされた中、足湯に入るのもすごく気持ちが良かったです。ぜひ昼と夜どちらの西の河原公園も楽しんでみてくださいね。最後に草津の入り口温泉門の近くの道の駅を紹介します。草津からは車で5分、道を挟んで両側にある大きめの道の駅となっております。中にはお土産がたくさん、ご当地ガチャがあったり、お菓子や食べ物やグッズまでいろんなお土産を売ってます。群馬県の限定のお酒なんかも売ってて、種類も豊富で選びたい放題ですね。そして T シャツになんと群馬ちゃんグッズも売ってました。そしてこちらでは群馬ちゃんの草津限定の手ぬぐいのガチャガチャを発見しました。これはやるっきゃないですね。かなり大きな緑の手ぬぐいが出ました。これを持って草津に行けばバッチリですね。そしてこちらでは草津に関わりがあるドイツ人医師ベルツさんの記念館があります。入場料はなんと無料。お土産を買うついでに覗いてみたのですが、かなり楽しかったです。ベルツさんは草津温泉の効能について研究していたようで、草津が世界中に知られるきっかけを作っています。日本人の奥様と一緒に日本に長く滞在したようです。こちらもぜひ足を運んでみてくださいね。最後に今回私たちが宿泊したホテルを紹介します。こちらのホテルスパックス草津さんはなんと湯畑まで歩いて7分ほど、立地も良くて観光するにはぴったりのホテルです。温泉は磐梯源泉を使用していて、食事も美味しくリーズナブルでコスパが最強なホテルでした。別動画で紹介しているので、そちらもよかったら見てくださいね。今回は群馬県草津観光を紹介しました。皆様の参考になれば幸いです。それではまたお会いしましょう。